皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、平板状単体の最高内に固定化した酵素による触媒反応の数式モデルについて議論しています。前回はゼロ次反応において単体内に生じる基質濃度分布の式を導出し、その特徴を明らかにしました。今回は本式を使って触媒有効係数、以下では簡単に有効係数と呼びますが、この式を導き、本特性値の理解を深めます。まずは前回の動画で導いた平板状単体内の基質濃度分布の式を復習しましょう。ゼロ次反応では単体中心での基質濃度に応じて2種類の境界条件が存在します。どちらの条件が成り立つかは判別式でチェックすることができます。まず、境界条件1に対する判別式は次の通りです。この不等式が満足される場合、図に示すように基質濃度は単体中心で0またはそれ以上の値を取ります。この時の基質濃度分布は2式に従います。次に、境界条件2に対する判別式は次の通りです。この不等式が満足されるとき、基質濃度及び濃度勾配は図に示すように単体中心よりも前の位置、すなわち x イコール xm で0になります。また、この時の基質濃度分布は4式で表されます。ここで Ci は単体表面における無次元基質濃度であり、5式で与えられます。また xm は基質濃度が0となる単体内の位置を表し、6式で与えられます。本動画で示す式中の変数とパラメータを次の表にまとめたので参考にしてください。それではゼロ次反応に対する有効係数について説明します。以前の動画で話した単体表面固定化経緯では、反応が単体表面のみで起こるため、有効係数の式を簡単に導くことができました。一方、今取り上げている最高内固定化経緯では、反応が単体内の空間で起こります。そして反応速度は通常基質濃度の関数であり、場所ごとに異なります。その大きさは単体の中へ入り込むほど小さくなります。これは液本体から供給される基質分子が単体の最高内を拡散する過程で酵素の作用を受けるため、その奥へ行くほど基質濃度が低くなるからです。ただし前の動画で述べたように、ゼロ次反応は例外です。本反応では反応速度が基質濃度の関数ではありません。よって酵素が均一に分布していれば、反応速度は場所に関係なく同じになります。これらのことがゼロ次反応にどのような効果を生むかを理解することが大切です。今、K が定常状態にある場合、
単体内の反応速度分布の積分値。言い換えれば、単体全体で単位時間に消費される基質の量は、単体表面における基質流速、すなわち単体表面を単位時間に通過する基質の量と等しくなります。反応速度は単体内の場所ごとに異なるため、有効係数の計算には積分が必要となります。このことを考慮した平板上単体の有効係数の式は7式で与えられます。これは単体内での反応速度に着目した式です。一方、有効係数は単体表面を単位時間に通過する基質の量に着目しても定義することができます。これは8式となります。7、8式は多重積分を含むため理解するのが容易ではないかもしれません。少し説明することにしましょう。これらの式の分子は単位時間あたりに実際の反応で失われる基質の量を表しています。一方、分母は本反応形において理論的に可能な最大速度で単位時間あたりに失われる基質の量を表しています。この場合、単体内には全体にわたって基質が液本体における基質濃度 Sb と同じ値で存在しています。現実的にはこのような状況は起こりにくいですね。これはあくまで仮想的状況下での反応を表しています。言い換えると、有効係数は実際の反応速度と仮想的な反応速度の比です。これは9式で表されます。有効係数の値が得られたら、実際の反応速度は10式で計算できます。本動画では0次反応を考えているので、10式は11式となります。濃度分布式を適用するため、有効係数の式を無次元化しましょう。単体表面における流速を使った方が簡単に式を導くことができるので、ここでは7式ではなく8式を用います。これにより12式を得ます。本式による計算では、無次元基質濃度の微分値が必要です。そこで、境界条件1に対する2式を X で微分し、13式を得ます。また、境界条件2に対する4式を X で微分すると、14式となります。これらを12式へ適用すると、平板上単体内での酵素による0次反応の有効係数E0 が15、16式で与えられます。境界条件1では、すなわち単体中心における基質濃度が0以上であるとき、E0 は濃度分布の形状にかかわらず1に等しいことがわかります。これは11式から明らかなように、反応速度もまた単体内の濃度分布にかかわらず同じ値を取り、
反応が VMV の速度で進むからです。境界条件1において反応速度がどの場所でも同じであるにもかかわらず、基質濃度の分布に違いが生じるということはとても興味深い知見です。この違いは液本体からの基質の供給速度が異なることにより生じると考えられます。これは分かれば当然のことなのですが、ゼロ次反応の特徴の一つであるということができます。一方、境界条件2では16式から明らかなように、有効係数は bi と φ0 の値の大きさに応じて変化します。この理由は bi と φ0 の値の違いにより基質濃度が0になる位置が変わり、利用される酵素の量が異なることによると考えられます。基質濃度が0になる位置が単体中心から遠くなるほど、利用される酵素の量が少なくなり、合計の反応速度が小さくなると推測できます。話を進める前に16式の導き方を説明します。14式に x イコール1をセットします。これを12式へ代入すると18式を得ます。本式へ6式を適用し19式を得ます。本式へ5式を適用します。これにより20式を得ます。ここで次の2乗の式を考えます。これを展開すると20式の混合の中の式を得ます。よってこのことを考慮すると20式は簡略化され16式が得られます。それでは導いた式を用いて有効係数の特徴を調べましょう。境界条件1における有効係数はいつでも1なので議論する必要はありません。よって境界条件2における有効係数について考察します。計算を行うに際し、各 bi において境界条件2が成立する φ0 の範囲を決める必要があります。そこで判別条件の等式を使って φ0 と bi の関係を調べ、次の図を得ました。横軸の bi の各値において青色の曲線よりも上側の φ0 の値を選んだとき、境界条件2が満足されます。そこで bi を一定とし、この領域で φ0 を変えて e0 を計算しました。その結果を次の図に示します。また参考のため、無次元基質濃度分布に対する計算結果を右の図に示します。両方の図を比較しながら考えると、私が述べることを理解しやすくなると思います。E0 は bi が小さいほど、また φ0 が大きいほど小さくなります。bi が小さい場合、強膜拡散抵抗が大きいため、単体表面における基質濃度が小さくなります。
これにより基質は単体表面により近い場所で全て消費されてしまうと考えられます。また φ0 が大きい場合、最高内拡散抵抗が大きいため、基質が単体の奥まで行きにくくなります。これらのことから基質濃度が0になる位置、すなわち XM はより大きくなると考えられます。このことを明確に示すため BI をパラメータとして XM と φ0 の関係を調べました。計算結果を図に示します。これより φ0 が大きいほど、また BI が小さいほど XM は大きくなることが明らかです。すなわち単体中心から遠い位置で基質濃度が0になります。XM が大きくなれば反応が全く起こらない領域が広くなるので、反応に使用される酵素の量が少なくなります。有効係数は酵素が有効に利用される程度を表す指標でしたね。よってφ0 が大きいほど、または BI が小さいほど E0 が小さくなるという計算結果は理にかなっていることが明らかです。以上の計算結果から0時に近い反応が起こる固定化酵素反応プロセスでは、基質濃度を十分に高くし、それが単体中心以前で0にならないようにするのが良いと結論付けられます。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。